こんばんは。今日はこれからバナナケーキを作ろうと思って作りながらサブチャンネルも撮っていくことにしました。まずは紙から結びます。見てください、この伸びきった輪ゴム。この前スーパーで結構熟したバナナを買ったんですよ。で、最初の 2,3 本くらいはそのまま食べて、残りはお菓子作りに使おうと思ってずっと撮ってました。今時間が夜の1時53分で、本当は眠りたいところなんですけど、バナナをちょっとそのままにしすぎちゃったので、そろそろ使わないとやばいかなと思って夜作ります。はい、今から作ろうと思っているレシピはクックパッドに載っていた準備は10分お店のバナナケーキっていう名前の、これが真っ黒なバナナ、これ2本とお砂糖、卵2個と、あと中途半端に残っていた米粉があったので、米粉と薄力粉を混ぜて作ろうと思います。あとベーキングパウダー、これね、ベーキングパウダーです。よし、じゃあ作っていく。で、最初の方に小さめに切ったバターをパウンドケーキの型に塗っていきます。これだとシート、クッキングシートを敷かないでも綺麗に取ることができるので、こうやって塗ることが多いです。で、バターは最初でレンジで温めておいた方がいいみたい。久々にパウンドケーキ作ります。こんな感じでいいか。はい、バターこれぐらいで、これをレンジでちょっとだけ温めます。今バナナを入れてある程度すりつぶしました。次に米粉と小麦粉とベーキングパウダーを入れます。たっぷり混ぜる。このレシピで作るのは多分初めてだけど、バナナパウンドケーキは今まで何回も作ってきたので、多分失敗はしないと思う。こんな感じでいいかな。はい、そしたら型に流し込みます。思ったよりも弾力がある生地になると。前動画で話したかもしれないけど、私たちの家事の役割分担がもう自然にできてて、でお皿洗いは私じゃなくてみーちゃんがねやってくれるんですよ。だからお料理作るのがね、めっちゃ一人暮らしの時より楽になったのはありますね。本当にありがたい。私家事で一番お皿洗いがあまり好きじゃなかったんですよ。他の家事は基本的に好きなんだけど、そう、お皿洗いだけがねちょっと億劫で、だからそれをやってくれるのは本当に助かりますよね。でもこの時間だし、こういうボウルとかは私が今日洗うけど、普段のお料理とかは洗ってもらってます。これでいいかな。じゃあこれで40分焼きます。ちゃちゃっと洗い物も終わらせました。はい、じゃあ洗い物も終わって、で1回10分ぐらい経ったらパウンドケーキの真ん中の方を包丁で切り込みを入れないといけなくて、で切り込みも入れ終わったので、ひとまず焼けるまで待ちたいと思います。あと20分くらいかな。3時くらいには完成する予定です。でその間何をしようかというと、結構前にご質問をいただいていたので、それに答えようと思います。おいちゃんと初めてサブちゃん撮った時にいくつか答えてるので、まだ答えてなかったかなっていうものとか、私一人で
答えられるものは今答えていきます。多分これ答えてなかったかな。生活リズムに違いや困ったことはありますか？その場合どのようにすり合わせていきましたかっていう質問で、今夜中の2時ですってさっき言ったけど、この時間でわかるように私めっちゃ夜型なんですよ。本当にちっちゃい時からそうで、実家暮らしの時、小学生くらいの時からもう結構夜型人間だった気がします。例えばその時めっちゃハマってた漫画があって、チャオだったかな。その日買ったチャオを読みたくて、夜中に自分の部屋でずっと見てたりとか、だから本当にそれが今でも続いてて、もちろん翌日仕事があるとか予定がある日はその日に合わせて早く寝たりはするんだけど、明日何も予定がないっていう時は基本結構遅くまで起きてることが多いですね。でそれがおいちゃんも結構一緒で、おいちゃんもすっごい夜型人間っていうのかな。でもそれを言ったら2人とも生活リズムは割と合ってる気がする。それで困ってるとかはないから、その場合すり合わせ思い浮かぶのであるとすると、今私たち 1LDK のお家に住んでて、もうベッドルームがおいちゃんの仕事場みたいな感じになってるんですよ。私が寝てる時においちゃんがね、キーボードカタ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 ってする音が私結構気になって眠れない時があって、その1回だけなんだけど、普段だったら結構私もね、そういう音気にせず寝れるんだけど、その日そのタイピングの音が気になっちゃって、でイヤホンつけながら寝たりとかしてたんですよ。でおいちゃんもそれに気づいてくれて、ですぐキーボードを買い替えてくれて、タイピングのねカチカチカチって音があまりしないキーボードがあるみたいで、今はそれに変えて本当に全く気にならなくなりました。でも欲を言えば、もし次新しいお家住むってなったら、仕事場と寝る場所はやっぱり別にしたいなっては思ってます。同棲をするようになって一人の時間も欲しいなと思うことはありますか？これはすっごいあります。今までが一人だったから、もう一人の時間って当たり前にあるじゃないですか。だけどやっぱり2人になって誰かと一緒に生活するっていうことが次は当たり前になって、今まで一人で気ままに生活してた時間とかってすごく貴重な時間だったんだなって今思い返したらそう感じることが多いですね。だから私たち最近お家は一緒なんだけど、私はここの2階で生活して、おいちゃんは1階で生活してるみたいな感じになってます。で食事の時は私が料理して2人で食べて、でおいちゃんが食器洗ってくれて、じゃあまた仕事するねとか自分の好きなことしてくるねって言って別れるみたいな感じになって、だから最近は私めっちゃ一人の時間が取れてるんです。今みたいな生活もすごい楽しい理想的な2人暮らしかもしれない。脈なしの人にアタックする方法。私は脈がないなって思ったらアタックはしないかもしれない。もう絶対後悔するってなったら当たって砕けろっていうことで、一回渡しませんかとかは言うと思うけど、でもなかなか難しいですね。脈が自分にないっていうのを分かりながらお誘いするって。お二人の MBTI が知りたいですっていう質問で、私は冒険家タイプで ISFP だっけ？ ISFP、この4文字がいつも覚えられない。 ISFP で彼が INFP です。 INFP と ISFP です。彼は仲介者です。最近 MBTI のことを書いているインスタを見つけて、で2人でわかるわかるって言いながら読んでました。私たちみたいに ISFP と INFP 同士のカップルさんいるかな。似た者同士で共通目標を目指すのに最適。似た者同士なのかな。お互いに通じ合うものがあるため、初対面からこの人はどこか自分と似てるなと親近感を感じるでしょう。この2人の間に大きな障害となるものもほとんどなく、健全な関係性を構築することができます。特に共通の目標を達成するために協力し合うにはいい相手です。しかし似た者同士ではあっても、物事の認識の仕方や
判断の仕方に違いがあるので、関係性が深まっていくとなんか違うなと感じる場面も出ます。そうした場合は無理に距離を詰めることなく、一定の距離を保って関わるのが良好な関係を維持できます。2人とも同じ問題でつまずきやすい。確かにそれは分かりますね。私がある悩みを抱えていて、でおいちゃんにそれを話したら、おいらもその同じような悩みあったとかっていうのが割とあるので、それは当てはまるかも。恋愛の相性いいですって書いてる。この2人の恋愛は一緒にいる時の居心地の良さからなんとなく始まるかもしれません。めっちゃ合ってる。最初は意識していなかったけど、いつの間にか一緒にいるのが当たり前になっていたといった具合に距離が縮まっているケースも多そうです。どちらかが悩んでいる時、もう一方がいつもそばにいて寄り添ってくれるでしょう。そして関係性は深まっていきます。もちろん違うタイプですから認識の違いが生じることもあります。しかし互いに干渉しなければパートナーとしていい関係を築くことができる相性です。だそうです。なんかバナナケーキが焦げてないかめっちゃ心配になっちゃう。まだ大丈夫。あと3分ぐらいですね。MBTI って会社の MBTI の自分の適性によって部署を決めるとかがあるみたい。じゃあ今日はここまでにしようかな。これちょっとは答えられたはず。めっちゃ美味しそうじゃないですか。ちゃんとね、上に乗せたバナナも美味しそうに焼けてます。今触ったらやけどしそうだから、もうちょっとしてから取り出します。じゃあ完成ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。